私の専門は日本外交史です。慶應義塾大学法学部政治学科の井上雅也です。外交史はもともと国際法から分かれた学問です。国際法の一部である国と国との条約がどのような交渉を経て締結されたかを明らかにするためには、外交の歴史を理解することが不可欠でした。外交史はかつては外交官をトレーニングするための学問でしたが、現在では国際政治学や歴史学の一ジャンルとして、一国または複数の国家間の外交を歴史的に分析する研究領域になっています。私の専門は日本外交史です。これまで私が取り組んできた研究は大きく3つの柱があります。1つ目は戦後日本の対中国外交の研究です。中国にいかに向き合うかは過去から今日に至るまで日本外交における大きな課題でありました。この分野での私の仕事は日中国交正常化の政治史という本にまとめています。今から半世紀ほど前にあった日本と中国との国交正常化のプロセスについて論じました。日中国交正常化は戦後の日本外交における最も大きな外交争点です。そのため国内でも激しい政策対立がありました。日本外交における中国問題はアメリカや台湾との関係、さらには国連における中国の代表権議席にも関わります。私は各国の外交文書を収集し、関係者にインタビューを重ねました。この研究の続きとして、今は日中平和友好条約に至る日本の対中政策を研究しています。日中関係が自民党内の権力政治といかに絡み合いながら展開していったかを本にまとめているところです。2つ目は日本の民間経済外交です。戦後間もなくまだ政府の力が弱かった時代、海外資源の獲得や貿易市場を積極的に切り開いたのは民間でした。中でも私が注目しているのは高崎達之助という人物です。兵庫県川西市にある東洋食品研究所に保管されている高崎達之助文書を10年近くかけて整理しました。高崎はインドでの製鉄事業や中国との民間貿易、ソ連との漁業交渉など民間外交でいろいろな足跡を残しました。彼についても近く本にまとめる予定です。3つ目は政治家の伝記的研究です。福田赳夫元首相の評伝を共著で執筆しました。タカ派の印象が強かった福田元首相のイメージを本人が残したメモやさまざまな資料を用いて塗り替えることができたと思っています。今は福田と同じ自民党清和会に連なる政治家として岸信介元首相の評伝執筆に取り組んでいます。やはり過去との対話によって未来を照らす学問じゃないかと思います。日本外交の過去を学ぶことで日本が現在抱えている問題が明確になり、今どのような位置にあるかということを知ることができます。そして何より歴史というのはケーススタディであり、先人の知恵や失敗から学ぶことで我々は明日のためにより良い選択を考えることができます。